ウィスカーウッド。季節は春となり種まきを頑張りなんとか実りを収穫できた我らがネッツ。海賊の砲撃で倉庫ごと壊されちゃったりもしたけど、めげずに島の開発を進めていくぞー。前回海を掘ったらどうなるかと気にして行った実験、結果は板で浸水を防いでました。ネッツ、なかなか器用なことをするな。で採掘の様子を見てたら小型倉庫の研究が完了。建設コストは板22、この島にとっては少々辛い。今は板の家の建築で手一杯なので倉庫は後回しかな。まだまだ石シェルター暮らしも多いぜ。さあお次の研究は一足飛びにティア1を開放して、移動速度の上がる石造りの道を開放しようかと考えたんだけど、ティア1の研究には銅の延べ棒が必要っぽいので断念。ティア1開放するとネッツ全体の要求する生活水準が星半分増えるみたいだし、安易に手を出すのも怖いぞ。トリマティア1開放は目指すものとして、必要な銅の延べ棒は溶鉱炉のアンロックが必要。さらに銅の延べ棒を作る資材として銅鉱石と燃料が必要で、燃料は炭焼き窯が必要。溶鉱炉の前提条件にも炭焼き窯とあるな。てなわけで次は炭焼き窯に決定。研究は計画的に。そういえば銅といえばこの設計図もらったスライドも建設で使うんだよね。楽しそうなやつ。でもスライドに銅を使うなら早々にティア開放して平坦ベルトで運んだ方が良さそう。これ板と丸太1で作れるし。これはもしや楽しそうなアイテムで島の開発を遅らせようとするニャンコたちの罠？この世界罠が多いから何が正解かマジわからないぜ。追加の制作スロットで爪の主の像の効果をアップしたいので事務所増築。ここはすっかり事務所通り。応答派で工場で働くと不快になるのに義士ギルド所属するこの二律背反と命名した禰豆子。王を崇拝してるのに像に威圧されるとはこれいかに。ニャンコを恐れるのは本能なんじゃね？この子の扱いほんと困る。大工でもやらせとけよ。てな感じで主の像に威圧されたネッツにより、今日も賛同は少なめ。威圧された分作業ははかどったと思いたいぜ。徴税人が来たぞー。今回の支払いは820に、蓄えが少ないから結構厳しい。今後のために取っときたかったけど、どうも放出してなんとか要求通りに出荷。食料も今日の分だけ残して没収と。移民船が来たぞー。だが賛同はゼロだ、帰れ。おっと補給物資で設計図来たぞ。早く上り下りできる傾斜が緩やかな階段、これは助かる。で今日は釣り埠頭が完成。釣りには見習いの技能が必要、探し出して人事異動だ。昨日とほとんど変化なし。島開発は地道な作業の積み重ねだ。今日も移民船来航、熟練職人好奇心旺盛がいたけど残念賛同が足りないか。まあこいつはこいつで期待水準高くて扱いにくいぜ。はい、全員不採用です。博士たちが頑張って炭焼き窯の研究が完了。博士はネッツ界のパイオニア。お次は溶鉱炉をよろ。なおこれ何気に板55枚も必要だったりする。炭焼き窯はなんとなく海に牽制越。ないと思うが火事が起きてもここなら平気だ。急な階段を撤去して超階段に差し替え。そういやこれも設計図もらってたな。見比べた感じ倍くらい速くなってるかな？傾斜緩い分場所は取るが、こっちの方が効率いいな。肯定的な感情が増えて少し賛同ゲット。威圧の否定は相変わらず。同性圧で賛同が下がるなら効果をさらに上げたい。速度ボーナス2倍になる石の目の製作を採用だー。つか他の製作もそうだが、1回ボーナス発動ごとに賛同のポイント減るからゼロになっちまうんじゃね？日中なんか賛同が減ると思ったらそういうことか。気づいてなかったんかーい。おや？多摩隊長から仕事を持たないヒゲの民を語にしろとお達しが。うちにはニートを養う余裕はない。お断りいたす。なお、本文を読むとニートを5匹以下にしろとも読み取れるが、レイムさんはアホなので気づいてません。丸太の家を撤去して板の家に建て替えまーす。地道な改善でネッツのご機嫌取り。適当に敷いてる板の道も少しずつ修正しております。移動効率を少しでも上げるのだ。そして本日の日報、制作のボーナス発動でゼロになった賛同がちょい回復。でも13しかないから、明日はほぼ制作ボーナス発動なしってことになるぜ。賛同なくして制作は成り立たぬか。ある意味当然だな。炭焼き窯が完成、稼働開始。まだ燃料は使わないからとりあえずのストック。徴税人が来たぞー。倉庫の物資ほぼ全部になっちゃう。今集めるからマリサギリギリまで徴税人を待たせて。はぁ、私が接待するのかよ。ごめんなんとか時間をつないで。猫じゃらし接待でなんとか夜まで引き止めたぞ。サンクス、無事丸太と木綿で納品できたよ。でも今回の補給物資はなんかしょぼい。まあランダムだろうししゃーなしだ。該当もらって横流ししよっと。こらこら。
横流し予定の街灯、ネッツに奪われました。さもありなん。海賊が来たぞー。街灯17着で堪忍して使わさい。足りてねえが砲弾半分で許してやら。昨日街灯12着を横領しようとしたレイム、翌日17着を海賊に奪われるの巻。でも海賊にバレないように街灯隠し持ってます。全部は渡さないしせんと。今度は密輸業者が来たぞー。街灯奪われたばかりなので今回はキリ石と交換しましょ。物資21相当の価値での交換レート、結構いいな。ただ石の道が開放されたら敷きたいから、ここで使っていいのかちょっと迷うね。石の家とかもあるだろうし、そのうち大量に必要になるかもな。しかし間違えてここで船を解散させノートレード、うちのレイムさんはアホな子。移民船が来たぞー。久々に賛同あるし移民受け入れましょ。あの子もいいけどこの子も癖がありそう。どの子にしようかなー。などと悩んでいるうちにもりもり下がっていく賛同。うちのレイムさんはアホな子なのでもちろん気づきません。もっといい子が出るかもしれない。今まで使わないで取っておいた再抽選を使うぞー。だが悩んでる間に賛同がゼロになっているけん。せっかく屈強な見習いが出たのに。安定のやらかし出港まであと4分、マリサなんとか夜まで一発芸で繋いで。無茶ぶりすな。そういえば露天掘りしてた場所が、異空間と繋がって一部掘れなくなりました。なお製品版にアップグレードしたら治ったが、それはまた未来のお話。移民船が出発するぞー。待ってー、あと20秒だけ、一発芸を見せしますから願いも悲しく屈強な見習いは海へと立った。糸悲し。農業ギルドだったから釣りに最適だったのに。まだ言ってんのか諦めろ。翌日仕方なく探索ギルドの子を釣りに割り当てしました。本職と比べるとどうしても作業遅いんだよな。食料マイナス傾向でちょいピンチかも。博士が溶鉱炉完成させたみたいだ。続けて冬が楽になりそうな暖炉を開放するか迷ったけど、食料ピンチっぽいし博士たちも労働してもらうことにしました。研究職から現場復帰、博士は見習い技術も習得してるできる男。本日も生産した食料よりも食べた量が多かった模様。このままだと腹ペコネッツになっちまう。そんなわけで畑いじりをしてたら異変に気づく。なんとも麺の畑の肥沃度が激減していたのだ。綿花って塩害に強い土壌改善の作物と思ってたが、土壌の栄養はがっつり使う植物なのな。って徴税人が来たぞー。毎回叫ばなくてもわかってるよ。いやそれどころじゃない。食料今日の分すら危うい。マリサ、また時間稼ぎお願い。猫じゃらし持ってくりゅ。出発30秒前まで粘って、伐採した木をかき集めて部分的出荷。にゃんことの有効度が1下がった。楽観主義の見習い。賛同ねえから諦めろ。日報を確認したら、徴税の不足分として36追加されてたよ。実際の不足は244だが、物資もらえない分安くなってそうだ。このままでは税が払えぬ、鉱物をがっつり掘って物資を集めろー。破綻しちまうぜ。密輸業者に切り石も売却。石を金に変換する優秀な錬金術。今度は間違えんぞ。やべ、ついに否定の方が増えて賛同がゼロのままに。食料もギリ出しこやてこ入れしないとマジでヤバそうだ。くそー、徴税人が全て悪いんだー。重税に怒るレイム、主の像を引き倒す。像のやつをなくせば賛同が得られる。そうすればおがくず飯の製作で、食料の生産量もアップするはずだ。なるほど。今まで面倒で見て見ぬふりしてたけど、採掘現場とかの道の敷設とかもやるどー。レイムは夏休み最終日に宿題をする、小学生並みの本気を出した。よっしゃー、賛同がプラテンしたぞー。本日の食料生産は合計63、これが明日にはいくつになるかな？さらなる賛同を得るために板の家の増築計画、スペースが足りないのでここの採掘を頼むぞ。右とシンメトリーに作るなら、横5マス掘削だな。こっそり続いてた隣島の野いちご採取、ついに距離が長すぎると警告される。離島開発はまだ早すぎたようだ。面倒で触れてなかったけど、倉庫の保管制限の設定もあったりします。おい。最適化のため各施設ごとに保管場所を設定したりする方がいいんだけど、正直全部はめんどくさす。今日は食料86ゲットだー。前日比プラス23、食料難脱却だぜ。ほれ傾斜の緩い長い階段を設置するために、島の各所で工事が始まった様子。板の在庫も結構あるから家もどんどん建てるぞー。家が建てば賛同も増える、少しずつだが基礎を固めて自力をつけるのだ。50日の節目、無事生存できたどー。地道なネッツたちの開拓は続く。
では50日記念に少し街の様子を見てみましょうか。何もなかったこの島に、しっかりネッツたちの痕跡が見受けられるぜ。メイン通りはこんな感じで、昼間も結構賑わっております。新しい縦長の板の家も建設中、カフェも風呂も近い好立地の物件でございます。やっとこさ始まった研究で開放された炭焼き窯では、順調に燃料が生産されております。だが食料なんとかでてんてこまいだったレイムさん、今度は溶鉱炉の存在を忘れています。そのうち思い出すよ、多分かよ。現在のお山の伐採状況はこんな感じ。だいぶハゲ山になってきたな。あと2年くらいで全て伐採終わっちゃうかな？これも対応策を考えないとだ。食糧難の窮地を救った農家さん。なかなか愛らしい姿してるな。腕長いけど。私の方が愛らしいです。腕も長いです。ネズミと張り合うなよ。一生懸命日々の食料のために釣りをするネッツ。確か魚は燻製とかにもできるよな。手間がかかる、生でむさぼれ。ひでえ。あとカフェのやつ暇なら手伝え。ここはワンオペで大丈夫だな。優秀な職人が集う石切り工、建物は石切り場じゃね？と若干もやる施設。石を金に変換する錬金術師、彼らは島の宝。あと盛り土、暇なら手伝え。盛り土、実は施設に行動範囲が表示されないが、範囲が決まっており作業できていない状況だったりする。こらあんた、マリサ話してる時おならしたでしょ。おなら違うよ。 8分とか出てるな。生産効率プラス 10% ついてる。この反抗的な性格で反乱の噂を流してたようだな。なんだおなら臭いじゃなくてきな臭いだったのか。お後がよろしいようで。では50日の節目になったところで今回はここまで。製品版発売されましたので、多分次回途中から製品版にアップグレードしてプレイします。見翻訳だった部分も日本語化してたぜ。密輸業者も日本語ペラペラになったのでもう騙されません。あれはお前がポンコツなだけだろう王が。てっへー。研究も進み食料難も脱却し安定を取り戻したネッツたち。次回はどんな開拓を進めていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。